皆様こんにちは。宮城県仙台市にあります宮城学院女子大学の大内文と申します。この度は日本国内でも実現が難しいのではないかと思われる非常に意欲的な企画のスピーカーとしてお招きいただきましたこと、大変光栄に思っております。運営に当たられましたランベッリ先生はじめ関係の皆様に心より感謝申し上げます。今回のレクチャーでは、地理的空間、社会階層、あるいは宗教組織を超えた武学の広がりが多く取り上げられています。私も武学の地方への展開を題材といたします。論点としましては、雅楽、武学が地方へ伝播していく際に、雅楽、武学についての理解や認識のズレが生じるだろうと。それをどのように調整し、その土地に定着しうる形に行き着くのか。そのダイナミクスに焦点を当て、そこから見えるものについて考えてみたいということです。では、ここまでで私は一旦消えます。まず、題材について少しお話しいたします。対象とする林家舞楽は、東北地方を代表する雅楽、武楽伝承です。東北地方は京都から非常に遠く離れた地ですが、少なくない数の武楽面が現存しています。この地方最古の武楽面は山形市の寺光明院像の両面で、面の裏に弘安7年1284年に羽黒大権現御法前に奉納されたと書かれています。同じく山形県の名刹立石寺に残る両面です。それからこれは、青森県八戸市口引八幡宮のなそり面です。山形県は東北の中でも残存する武楽面が多く、5カ所に12面と言われています。武楽の伝承そのものも複数残り、この地の宗教文化と武楽との結びつきの強さがわかります。山形県の武楽文化の中心にあるのが、寒河江市の寒河江八幡宮に伝わる林家武楽です。寒河江八幡宮に伝わる武楽由緒によれば、林家の先祖、林越前は天王寺の学人だったが、貞観2年、自覚大師円仁に従って宇州山寺、これ立石寺のことですが、立石寺に下り、根本中道で武学を奏した。後に八千、今の寒河江市です。八千に住むようになった。山寺の比叡、慈恩寺山王、平塩熊野、八千八幡宮など、4社の武学を司ってきたと伝えています。しかし、現在では立石寺を開いたのは円仁自身ではなく、その弟子とされ、林家の学人がこの地に入ったのも中世と考えられています。現在は八千八幡宮の宮司林家に演武、三代、三十、太平楽、記録、天とも言われますが、二の舞、玄城楽、抜刀、竜王、これ蘭陵のことです。名反の10曲を伝えており、八千八幡宮の祭礼では全曲、慈恩寺の一切経営では演武、三代、三十、太平楽、天、二の舞、両王、名反の8番を上映しています。2018年9月の八千八幡宮の例祭の写真をいくつかご紹介いたします。この天が非常に面白い、造面なんですけれども、すごく人間的な造面をつけて興味深いんですけれども、その他にも特徴として玄城楽と抜刀を稚児舞として演じるとか、太平楽は慈恩寺の僧侶が舞人として加わるとか、そういった特徴があります。中世に雅楽や武楽が地方に伝播した時、四天王寺の学人の関わりが大きかったことは林家達三郎が古く論じたところです。山上に属する霊俗民であった四天王寺の学人は、その力量の高さや伝承の確かさが認められていたにもかかわらず、宮廷の雅楽、武楽の伝承からは遠ざけられ、地方に出向くことに活路を見出す者も多かったとされます。林家武楽の伝承もそのような中に位置づけられると考えます。
その時に受け入れ側が武学に何を求め、武学の伝承者が何を提供しようとしたか、その両者間でどのような駆け引きと調整があったのか、林家及び慈恩寺に伝わる近世の資料を中心に、武学が関わった儀礼の内容、慈恩寺の組織とその中での武学伝承者の位置づけ、さらに林家側と寺院側との武学認識の齟齬が見られる、雨乞い儀礼を分析することにより、地域に武学が定着する際の動態、ダイナミクスを探ってみたいと思います。お話はこの流れで進んでいきます。まず、ごく簡単に慈恩寺の歴史と組織を見ておきたいと思います。慈恩寺の縁起、最上慈恩寺略縁起などの伝承では、慈恩寺は仁紀元年724年に行基が開山し、聖武天皇の勅を受けたバラモン僧正、菩提仙那が天平18年746年に精舎を建立。天元元年1108年に鳥羽院の院宣によって収蔵されたと伝えられています。鳥羽院の直願寺であったことは、永仁6年1298年に造立された本堂の本尊弥勒菩薩像の体内に収められた写経の記述、あるいは平安後期作の一切経を造していたこと、さらに平安後期の優れた仏像をたくさん持つことなどから確かだと考えられています。しかし、鳥羽院収蔵以前の慈恩寺については、近年仏教美術史研究家によって平安初期に弥勒菩薩を本尊として祀る比較的小規模な発想系の史事私の寺として存在したという学術的解釈が示されています。12世紀初めの収蔵の時点では、上行三昧堂や法華三昧堂、これは後に釈迦堂になりましたが、これを中心にした堂頭配置や、そこに法華経に基づく仏教群が、すみません、仏像群が祀られていることから、慈恩寺が天台教学によっていたということがわかります。出羽の国村山の氷瑞宝山慈恩寺伽藍記録によれば、保元2年1157年に後白河院の院宣によって新熊野十二所権現が勘定され、文治元年1185年には高野山から高春あざりが入ったとされ、以降真言密教色が強くなります。この時、縁の行者を藩にして修験の峰入りも執行するようになったと記録されています。鎌倉時代には幕府の重臣大江氏、室町時代以降は最上氏と有力な武家が慈恩寺を保護しましたが、江戸幕府の成立で最上氏が改易されたことにより、慈恩寺は有力な保護者を失います。そこで、元和元年、慈恩寺は慈恩寺の領土、寺領を安堵してくれと幕府に願い出て、寛文5年にそのうちの2812国3都が正式に朱印状を持って寺領と認められました。3000石ですから小さな大名クラスの領地を認められたことになります。以降、慈恩寺は東北一の寺領と格式を持つ寺院の地位を幕末まで保つことになります。この写真からもその格式の高さが伺い知れると思います。このような歴史的変遷を通して慈恩寺は異なる教学、さまざまな立場、地位の宗教者が集まる一山組織を形成していきました。慈恩寺に残る文書類を整理してその複雑な構造を探った学光義弘氏の研究によってそれを概観します。一山組織は少数の支配職、多くの宗徒、若干の補佐役、雑務役などで構成されます。慈恩寺の場合、支配職は学頭職の宝蔵院、華厳院、そして別当職の最上院が務めました。宝蔵院及び華蔵院は真言系、最上院は
江戸時代天台宗に属したので、一山が真言天台両方の支配職によって統括される形になりました。学頭職は論議を行い、また主要法会と年間58回を数える年中行事と祈祷の大部分で大導師役を担います。学頭は清掃に限られていました。別当職の最上院は最大主元であり、寺寺以下配下の役人を統括しながら一山の事務を管理しました。支配三か寺の中で最大の事領と権限を持っていたのがこの最上院でした。宗徒は清掃宗徒と最大宗徒に分かれ、清少宗徒の方は法蔵院か化蔵院を、最大宗徒の方は最上院を本寺とし、法営や行事の執行のほか、寺寺、ここですね、これ後でちょっと見ます。寺寺、座行事、などの諸役を担当して、寺院での日常生活や同社の維持など、財政的運営の実務を担いました。寺寺、これは慈恩寺での独特な読み方と言われていますが、寺寺と読みます。寺寺は本尊である弥勒尊の管理、祭礼の準備、本堂宮殿の鍵の管理など重要な実務を担いました。宗徒とは別に法蔵院の下には山伏主元、最上院の下には一山の細々した用務にあたる役人が所属しました。武学に関わる毎人、学人は最上院の支配下にありました。毎人の長は林家の当主で代々林兵庫を名乗りましたが、一山では毎兵衛と呼ばれていました。武学は一山の法営行事に大きな役割を果たしていたのですが、毎兵衛の一山における立場は組織の末端に置かれていたということがわかります。慈恩寺には1年のうちに58もの法営行事が行われていましたが、そのうち武学が行われたのは4月7日の蘭城会、4月8日の一切経会、および7月15日の舎利会でした。中でも一山にとって最も重要な法会であった一切経会については、林家に残る武学資料および慈恩寺に残る複数の文書に詳しくその次第が記録されています。興味深いことに、林家の記録と慈恩寺の記録、さらに慈恩寺の記録の中でも記録者の立場によって注目点が違っています。行事での役目が異なれば、記録の着眼点が異なるのは当然ですが、その際は慈恩寺という宗教複合体によっておいて林家が置かれた位置を探る手立てになると考えられます。林家に残る慈恩寺一切経営についての記録としては、武学記録中の慈恩寺御祭礼の部分、慈恩寺側の記録としては、学頭の片方、法蔵院に残る近世の文書、座右記と寛政年間の初めの寺寺職の記録とされる年中諸役務め方覚を取り上げます。学頭は慈恩寺一山の教学上の長であり、寺寺は道達奉行とも呼ばれて、法営や祭礼を実際に切り回す現場のまとめ役とも言うべき立場でした。これら3者を突き合わせると、以下の点を指摘することができます。林家の記録は、法営全体の流れや諸役の役割もきちんと把握した上で、武学の演目、学の入れ方など、詳細に記録しています。学頭の記録では、一切経営の準備が始まる3月24日、ごめんなさい、これ23日です。23日に、この日から祭礼終了まで大会合などは行わないなど、一山全体を統括する立場からの記載があります。学頭の記録には、祭礼に仕える稚語について事細かく記されています。これが非常に大きな特徴です。それから学頭の記録には、一切経営の法要そのものについての詳細な記録はあるんですが、
法要後に行われた舞楽については記載がありません。一方で法営次第と密接に関わる楽に関する言及は多くあります。寺地の記録には、準備物、飾り、供物、料理、儀式次第、経の種類、伏せなど、法要についての教学的な理解の上に立って、行事の所属面を実際的に動かしていくのに必要な事柄が記録されています。で、学頭、寺地、いずれの記録でも、舞楽については、一切経営当日の次第を残すのに必要最低限の言及にとどまっています。ここから見ると、法営で舞楽をまとめる林兵庫は、法営の流れや儀礼を司る主要僧侶の動きもよく把握した上で当日の役目に当たっていましたが、慈恩寺側、特に学頭レベルの舞楽に対する関心はそう高くありません。実務にあたる寺寺は舞楽に目配りはしていますが、法営全体を作る構成要素の一つとして客観的に見ています。ここで目を引くのが学頭の記録が示す、稚語に対する関心です。関心というよりも熱意と言えるほどですが、稚語ですね、非常に高い関心を持って記録されています。一切経営の準備から当日まで、記録の中心には常に稚語が置かれています。法営の準備は3月23日に始まり、学頭の記録では、祭礼稚語揃え、それから寺地の記録では、わらべ役改めと記されています。これは同訳改めと呼ぶのかもしれません。ちょっと確かめられませんでした。学頭の記録によれば、ここでその年の法営に仕える稚語を確認し、足袋やわらじ、下駄、扇子、元結油などを使わすことで、法営の準備が本格的に始まります。この日、稚語は、下僕ですね、に付き添われて本堂に赴いて本尊を礼拝します。で、その後、まかない、経を受けます。本尊への礼拝とまかない、経を受けることは、この後、経営当日まで毎日行われていきます。4月4日には、稚語にまた足袋、わらじ、花紙、おしろい、白子ですね、それから紅子、金銀の水引き、元結油などが8日の分まで渡されます。稚語は絹の衣装や冠をつけて法営に参加します。7日には、稚語は侍や提灯、長刀、槍などに伴われ、守役に背負われて出仕します。8日は造形をつけた宝冠をいただいた一層華麗ないでたちで出仕しました。この写真は現在の林家舞楽で玄城楽を舞う稚語の宝冠です。当時の稚語の華やかな様子がちょっと思い浮かべられると思います。これらの記録から法営において稚語がいかに重んじられたかがわかります。稚語にはその装束、書道具からまかない費用まで膨大な費用がかかりました。慈恩寺には永正13年、1516年からの、小まかない、稚語や関係者への経のことを小まかない、あるいは稚語まかないと言っていましたが、それを担当した陰謀の記録である、道部武道帳が残ります。これは武道帳と読むそうです。残ります。一山挙げて、舞わらわの維持に力を入れていたことが示されます。なぜこれほどに稚語が珍重されたのか。3月23日以降、毎日本尊へ礼拝することや、法営で守役に背負われて出仕するなどの扱いから見て、稚語がある種性別された特別な存在となるからだと考えられます。興味深いことに、一切経営での、舞わらわ、わらわ舞の、内容に関する記述はありません。道具がどのように行われた、何を待った、そういった内容に関する記述はありません。このことは、法営に稚語が存在することそのものが重視されていたことを示すものとも解せます。中世寺院社会には、
死後がさまざまな役割を負って存在したことが研究によって明らかにされています。法会の舞わらばとして、あるいは密教儀礼における本尊の体現者として、あるいはまた高僧に寵愛される長道として、寺院社会の中で特別な存在感を放っていました。慈恩寺はその歴史から常に中央および鎌倉の仏教界とつながっていたので、死後の文化が取り込まれていたことは当然考えられます。特に学頭であった宝蔵院には醍醐寺系の商業類が数多く残っており、醍醐寺とのつながりが明確です。醍醐寺は稚語文化の中心地の一つでしたから、慈恩寺がその影響を受けていたことは十分考えられるでしょう。稚語への熱の入れ方に比べて、先ほどの特徴の6が示すように、寺院側の記録で法要語の文学については冷淡ともいえる扱いにとどまっています。ではここで林家の立場、林家文学の存在価値についてさらに踏み込んでみます。先に見たように慈恩寺一山組織の中で林家当主林兵庫の地位は高くありませんでした。江戸時代を通じて別当最上院支配の武学役人として祭礼の舞及び楽を担当することで最上院から20石 9章の俸給をもらっていました。寺寺年中日記から最上院と林家、林家と他の学人との関係を見て取ることができます。舞兵衛の跡継ぎが初めて見習いとして出仕する時のことが書いてあります。その時には学人たちへの挨拶に先立って最上院へ伺う。で、中玄関から入って、携えていった銭100文を挨拶に差し出すということが書いてあります。まずもって最上院へ参上していることは、最上院との強い関係を示していますけれども、中玄関から入っているというのは、身分が高くないことを示しています。もし高い身分だったらば、大玄関から入っています。このように舞兵衛こと林兵庫の立場は、舞と学に携わる使用人の域を出ていませんでした。しかしその舞兵衛が特別な立場になる機会がありました。一切教へと最上院の代替わりの時です。まず一切教への場合ですが、寺寺年中日記の4月4日の記録に象徴的な記述があります。この記録ですが、4月4日、この日も、祭りの準備が進んでいて、舞の関係者はもてなしに会うわけですけれども、その時最上院と、稚児と節操というのはこの記録を書いた寺寺です。それから舞兵衛が他の人たちとは別に大玄関より入ったと記録してあります。他の者たちは中玄関、中玄関から入るのに、最上院、稚児、それから寺寺、そして舞兵衛は大玄関より上がっています。特別な扱いになっています。なぜか。舞兵衛、すなわち林兵庫は、これに先立つ3月27日から、その年の一切教営に仕える稚児に舞を教えています。稚児が特別に重んじられる一切教営の準備期間、稚児の舞の師として、舞兵衛は高い位に置かれたわけです。しかしそれは稚児の存在あってのもので、文学そのもの、舞兵衛その人に対する価値づけではありません。もう一つの特別な機会は、最上院の代替わりの時の儀式です。最上院には代々の別当が書き継いだ日記が残ります。その日記を、見ますと、ここの部分ですね。この年の一切教営の当日に、祭礼は例年の通り行われたけれども、最上院の住職が交代したので、学人たちが音楽を奏で、舞兵衛、林兵庫が最上院よりもたらされた小袖を肩にかけて敬老舞を舞ったとあります。
さらにこのような儀式は別当、つまり最上院だけで行われるということも書いてあります。敬老舞は一曲とも言われて、法会舞楽の際、行道についで楽刀が舞うものとされます。その意味では、儀式的な、あるいはもっと言えば、その場を、神聖な場として性別する宗教的な役割を持った舞とも考えられます。林兵庫の敬老舞は、慈恩寺だけではなく、林家が関わっていた山形の古刹参事で住職の代替わりの際に舞われていました。林家に残る文書、3箇所代替わり敬老舞のことには、このように書かれています。立石寺の時には鳥居の前で、新しい菰の前で、新住職に向かって敬老を舞う。新住職は立ったまま敬老の舞を受けると。最上院の場合には山門の南の膝端を降りたその際に立って、あとは同じです。新しい菰の上に、立って敬老舞を舞い、新住職はそれを立ったまま受ける。円福寺の代替わりの場合には拝殿の南東の隅で同じような所作がありました。3箇所とも山門の前、あるいは鳥居の前、拝殿の南東隅などの位置で舞うこと、それから新しい菰の前で舞うこと、新住職から小袖を与えられ、それを肩にかけて舞うなど、ある種の呪術的な作法に見えます。この意味については今のところわからないので、この先さらに探ってみたいと思います。今は林兵庫が特別な舞台装置、特別な演出で敬老舞を舞うことが、新住職の立場を確実にするための儀礼的な意味を担っていたということを押さえておきたいと思います。それが慈恩寺では他の支配職2次、宝蔵院、化蔵院の代替わりにおいては行われず、最上院についてだけ行われたということは、最上院にとっても一山中での自らの特別な地位を誇示するために、林兵庫と彼の武学が重要な役割を担っていたということを示すでしょう。その意味で、最上院と林兵庫とは、慈恩寺の政治力学の中で共依存関係にあったとも言えます。とはいえ、林兵庫の組織上の立場は低かったわけです。ここに見たような自らの役割の重さに照らせば、林兵庫にとってその置かれた地位は納得できるものではなかったでしょう。明和4年、1767年に、林兵庫が最上院に対して祭礼で武学を舞う際には対等を認めてほしいと願い入れました。文書で願い入れました。対等ですから、刀を刺して回せてくれ、参上させてくれと言ってるわけです。対等、刀をつけることは武士に準じる身分であることを示すわけですから、それを願い出ているところに、身分について林兵庫が抱いていた複雑な思いがにじみ出ていると思います。このような事情の中で、林家が自らの立場を補強する術としたのが雨乞い儀礼だったと考えられます。雨は国の財政基盤である農作物の成果を左右するものであり、雨をコントロールすることは古来国家的関心事でした。それゆえ、雨乞い儀礼は日本の宗教文化において政治・宗教的権威と結びついた重要な儀礼となりました。多くの弘法大師空海伝で、今日の神泉苑での小雨儀礼が多く語られていることはよく知られています。今日ドラマチックに描かれる空海の小雨祈祷が史実とは考えられませんが、特に中世に、特に真言密教と小雨儀礼とが強く結びついたことは事実です。慈恩寺においても雨乞いは重要な役割を負うものでした。慈恩寺は広大な領地を持って一山を運営していたので、米の出来は寺院運営に直結していました。したがって慈恩寺は当然雨の儀礼に関する記録を持っています。最も詳しい内容が記される、寺寺年中日記によれば、このように記録がされています。学徒2人が
水天句と弥勒法をそれぞれ行う。最上院が度胸の党リーダーを取って行われていたというふうに書かれています。弥勒法、これは弥勒菩薩を本尊とする密教手法ですが、慈恩寺、弥勒菩薩を本尊としますので、慈恩寺にとって弥勒法は最も重要な手法でした。水天句、これは水天を本尊とする密教手法ですが、スティーブン・トレンソン氏の研究によれば、真言密教において新鮮園の龍神信仰と結びついた小雨儀礼から展開されたものとされ、小雨儀礼の核となる手法でした。水天句が醍醐寺とのつながりから慈恩寺に導入された可能性は高いと思われます。弥勒法と水天句を2人の学頭が行い、最上院が教頭として加わる。こういう形での雨乞い儀礼は、慈恩寺にとってはその教学的な力を結集した儀礼だったと言えます。では、林家は雨乞い儀礼をどのように記録したのか。武学記録に残る雨乞いの次第という記録では、演じた武学の演目と舞台のしつらえ方、そして若干の説明文が記されています。この説明文のところが非常に興味深いのですが、元禄6年、1693年の5月に大日照りがあって、慈恩寺一山宗が伊賀土ヶ淵で20日から雨乞いを行ったと。22日に学人が呼ばれて舞を行ったところ、24日に大雨が降った。26年前にも同じことがあったと書かれています。20日から行った一山宗の祈祷では効果がなかったので、舞人と学人が呼ばれて舞楽を行った。そしたら果たして大雨となった。つまり、僧たちの雨乞い祈祷だけでは効果がなかった。そこに舞楽が行われたことで初めて雨が降ったのだということを主張していることになります。舞台のしつらえ、ここに書いてありますが、ここも興味深いものです。四方に竜を描いた水色の旗を立て、水色の鉢に清水を入れると書いてあります。非常に特徴的なしつらえですけれども、これがどこから来たのか。私は小雨経、正しくは大雲経九段法という経典ですが、これの影響ではないかと考えます。小雨経は11世紀末まで小雨儀礼の主流でした。小雨経の関わるところ、心に抜き出してみました。小雨経では、器雨の手法で用いる用具はすべて青色で揃えるように説かれています。この青色が林家のこの文書にある舞台のしつらえの中の水色につながっていると考えます。小経の手法を取り入れたこの舞台のしつらえを林家がどこで習得したかは不明です。今注目したいのは、それが慈恩寺側の資料には一切出てこないということです。さらに、雨乞いの次第の末尾、ここですが、ここにこの雨乞いについては、慈恩寺では決して話してはいけない、他言無用だと書き添えています。これは非常に興味深いと思います。慈恩寺では話してはいけない、つまり雨乞いという慈恩寺にとって重要な規定の成否の鍵は、林家の秘伝だということを主張しているからです。実際には、宗徒であった宝蔵坊というお寺に、文書が残っていて、慈恩寺一切経営次第書というものの中に、雨乞い儀礼についても付記されています。添え書きのように書いてあります。で、そこには舞台のしつらえや演目についての簡単な記載があります。ですから、雨乞いの儀礼については、林家の秘伝ではなく、雨乞いで舞楽が行われることは一山に認識されていたと考えられます。しかも、宝蔵坊の記録では、雨乞いの時、舞わらわは、というふうに書いてあって、舞わらわ、武道の存在がまた持ち出されています。祈祷に必要なのは舞わらわだ
という寺院側の認識が見えます。とはいえ、法輪坊は一般宗徒であり、支配層の学頭や最上院、また寺寺とも立場が違います。祇園寺の支配層にとっての雨乞い祈祷は、あくまで弥勒法、水天句という密教手法によって行われるべきものでした。林兵庫はそれに対して雨乞い儀礼における武学の力を主張しました。もちろん、祇園寺の雨乞い儀礼で僧侶の規定では効果がなくて武学によって雨が降ったのだという記事は林家の主張であって事実か否かは確かめられません。それでも林家の雨乞い儀礼の記録には家業である武学と密教手法の素養によって自らの優位性を主張する戦略と自分たちが伝えた武学に対する矜持、誇りが見えると思います。林家は非常に複雑な一団組織を形成した立石寺、祇園寺、さらにいくつかの地方寺社と関わることで、この地域に武学文化を継承してきました。中でも関係の中心となった祇園寺における林家武学の位置づけを分析してみると、そこからは複雑で強固なヒエラルキーを持つ宗教組織に武学及び武学学人が自らの立場を確保していくための駆け引きが浮かび上がってきました。祇園寺において、そして今日は触れませんでしたが、立石寺においても、寺院側の関心は稚児の舞、この舞にありました。この舞も、稚児の舞ももちろん武学の一部ではありますが、それが突出して受け入れられていたのは、中世寺院における稚児文化の伝統を引いたものと考えられます。そのような文化的土壌を持つ祇園寺で、舞兵衛として組織の末端に置かれた林家は、稚児舞の指導者として、あるいは敬老舞をもって直属する最上院住職の権威を儀礼的に保障する職能によって、そして雨乞い儀礼の武学を非持とすることによって独自の立場を主張しました。武学が持つ中央文化の移行に加えて、寺院文化の中を生きたことで林家が手にした宗教的素養を活用しながら、自らの存在価値を強調したわけです。かつて林家が関わった近隣地域の武学では、武学による雨乞いの習俗が多く伝わりました。それは地域の人々にそれを信じさせる力を林家及び林家が行う武学が当地に作り上げたことを示しています。寺院側の期待と武学学人林家の思惑が複雑に絡み合いながら落ち着きどころを探っていく動態からは、武学がそもそも負っていた宗教的役割をどう組み直していくかが地域定着への一つの鍵になったということが見えると思います。以上で私のレクチャーというのもおこがましいんですけれども、私のトークを終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。